こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回はメルセデス・ベンツミニガイド C111 をご紹介します。メルセデス・ベンツのドリームカーと称されるこの C111 は1969年に長期実験車両として誕生しました。グラスファイバー製のボディシェルを身にまとったデザインは当時新進気鋭の若手デザイナーであったブルーノ・サッコに託されました。ドリーム、すなわち夢を具現化するべく、ただただ息を飲むような未来的なデザインは発表と同時に世界から称賛の声が上がりました。それではこのドリームカーのパワーユニットについてお話をします。夢と革新的な技術を取り入れた実験車両ですから、その心臓部にはメルセデス・ベンツならではの独創的なエンジンがミッドにマウントされております。それは3ローターのバンケルエンジン。このバンケルエンジン、日本ではあまり聞かない言葉ですが、3ローターが示すようにロータリーエンジンといった方が馴染み深いかもしれませんね。このバンケルエンジンはメルセデス・ベンツとボッシュが共同で開発を進めていたものですが、1970年ジュネーブモーターショーで発表されたモデルでは4ローターのエンジンにより最高出力は350馬力で最高速度300キロ、当時としては破格の性能を有しておりました。その後メルセデス・ベンツはバンケルエンジンの採用を見送ることを決定し、以後ディーゼルエンジン実験車両として C111 は活躍することとなります。新開発された3リッター直列5気筒ターボディーゼルエンジン搭載車は最高出力228馬力、最高速度322キロ、大幅にリファインされたボディ形状と相まって9つのディーゼルとガソリンの速度記録を破りました。またそれだけではなく、このディーゼルエンジンは平均時速約300キロ、12時間にも及ぶクルーズテストでリッターあたり6キロを超える燃費性能を有しておりました。1979年4代目となる C111 は 4.8 リッター V8 ツインターボを搭載し、ディーゼルの記録をはるかに凌駕した平均時速400キロを達成しました。もはや実験車両とは呼べない性能を持ち、発表から10年を超える歳月が過ぎ、世界中から一日も早い市販化の声が高まっていきました。そしてついに1991年のフランクフルトモーターショーでメルセデス・ベンツは市販スポーツカーの提案として C111 をベースとした車両を発表。この車はミッドマウントされた6リッター V12 エンジンを使用していました。この市販化には世界中から700件もの購入申し込みが殺到し、入金までされた方もおられたそうです。しかし当時は世界的なオイルショックも重なり、メルセデス・ベンツは苦渋の決断の上市販化を見送りました。まさに本当のドリームカーで終わってしまった名車です。現在でもコースレコードをはじめ数多くの記録を保持している C111。総生産台数は16台。2014年メルセデス・ベンツクラシックはオリジナルのバンケルエンジンコンポネントを後世に保存するため、再び C111 を走らせるイベントを開催しました。50年を超える歳月が経過してもいまだその実力は色褪せることなく、世界から集まった観衆の皆さんを魅了しました。はい、いかがでしたでしょうか。幻のドリームカーメルセデス・ベンツ C111。
これからもメルセデス・ベンツの名車などを少しずつ扱っていこうと思いますので、チャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。